こんにちは。こんにちは。今回は彼のことで下を向くなら横を向け、そらすの術です。そらすの術、そして命令形。はい。ちょっとだけ命令形入れてみました。これ、前にそらすの術で動画一つやってるんですね。結構前なんですけど。で、多分、そらすっていう漢字ちょっと間違っちゃっててすいません。そろそろね、ちょっともう一回やっていいかなと思ってまして、だってね、皆さん、彼のことで今どうしてるかなから始まって、もう私のこと忘れちゃったかな、こんなに連絡してこないってことは嫌われてるってことだよね、とか、それもエゴと一体化して毎日ずっとぐるぐる思考を働かせているわけです。はい。そういう人も多いでしょうね。しょうがないもんね。別れちゃってもう一度やり直したいって思ってる人が多いから、彼が今どうしてるか気になるのは当然のことだと思うし、そうやって下を向いちゃうことってあるんですよね。でも上を向いて歩こうっていう曲は確かありますけど、下を向いて歩こうって曲はありませんよね。あったらすいませんなんですけど。曲はないかもしれないけど、下を向きたくなるような日はあるっていうことです。それはわかります。めぐる小学生の時よく下を向いて歩いてたんですね。なんで？親に叱られたとか、友達と喧嘩したからとか、そういう理由でね、ほら下を向くってそういうイメージあるじゃないですか。今イルルさんが言ったみたいな。何か嫌なことがあったら下を向くみたいなさ。めぐるの場合はちょっと違ってて、下を向くと、履いてるスニーカーとか靴が見えるじゃないですか。で、そのスニーカーを履いてる足が、1、2、1、2って、一歩ずつ前に踏み出して歩いてるっていう交互にね。それってすごい神秘だなと思って、観察してたんですね。ちょっと変わった小学生だね。そうですかね。とにかく話を戻しますと、下を向いてしまう時期はあるけれど、でも下を向いているのも首も疲れるし、下を向くぐらいならまだ横向く方がいいと思うんですね。横。はい、前とは言いません。下向いてるのにいきなり元気に前向いてはつらつとしろって言われても無理があるじゃないですか。でも横なら向けそうじゃないですか。でこの話って比喩だよね。もちろん。つまりさ、横っていうのは下向いて彼のことばっかり考えているならば、コーヒー入れよう、お昼食べよう、ちょっと休憩してネトフリ見よう、もう何でもいいんですけど、そらすってことです。これが忍法そらすの術です。忍法じゃないけど。そらすの術。はい。実はこう思ってる人っていると思うんですよ。コーヒー入れる？そんなの合間にやるよ。お昼食べる？そんなのカップラーメンでも口に入れとくよ。そんなことより、1分でも時間があったら彼のことを真剣に考えなくちゃ。いると思います。真剣に考えていることと、彼のことを思うことって、比例してるような気持ちになるんですよね。してませんけどね。こんなに連絡ないなんて、どうせ私のことなんて好きじゃないよねって真剣に考えることって、彼のことを思ってることになるの？全然ならないよね。ならないよね。そうやって冷静に一つ一つ見ていくとおかしいんだけど、でもどういう形であれ、彼のことを考えているから、その分、彼のことを思ってるし、彼とつながってるような気がするっていう。ちょっとイルルさん、こんなに連絡ないなんて、どうせ私のことなんて好きじゃないよねって、彼とつながってるっていうよりも、彼と縁を切る方向じゃないのかね、どっちかって言ったら。そうなんだよね。そうだよね。そうなんだけど、考えていた方が叶うような気がするっていうかね。考えてても叶いません。そうなの。考えようが考えまいが結果は同じだから、むしろ彼のことでわざわざ都合悪く考えていたら、自分で望んで壊す方向に行く可能性すらあるじゃないですか。だからそんなことしてるんだったら横に反らせって思うんです。反らすの術。
参上。わざわざ悪い方に考えてるな。考えるのやめられないのは仕方ないけど、今だけはコーヒーをちゃんと味わおうみたいな感じでもいいんですかね。パーフェクトだと思います。考えてわらわら出てくるとき、基本は右、左、垂れ流せっていつも言ってますよね。でもどうしても考えちゃうんです。なら一旦考えない時間作ってもいいじゃないですか。どうせろくなこと考えないっていうか、悪いようにしか考えないのであれば、同じ時間を使うなら、自分の心がマシな方に行く方がどう考えてもいいと思うんですけどね。そうですね。彼のことはしばしお休みして他のことをする。そらすです。そらすんですね。いつも言ってますよね。自分が少しでも心地いい方向を向いてくれって。それは侮れないですよって。はい、そうですよね。それこそエステに行ったり、ネイルに行ったり、そうしたことだっていいですしね。全然いいんじゃないでしょうかね。筋トレもいいですしね。そらすの術。でも、そういえばエステやってもらっている間もずっと彼のこと考えてるっていう人もいましたね。もうそうなると何しても考えちゃうんですよね。そうなんですよ。でもエステの2時間だけはそれに集中したくないですか？せっかくなら。むしろめぐる彼のことなんていちいち考えない方がとっととうまくいくんじゃないかとすら思いますよ。だって他力に任せるんですよね、潜在意識って。そうですよね。潜在意識はそう思うからそうなる。彼とラブラブと思いを決めたら、あとは普通に過ごしてねって言ってます。思いを決めたら、あとは感知しないんですよ。だってどうやって叶うかもわかんないのに、だったら彼のことなんて考えたってしょうがないじゃないですか。確かに。過去動画のやり方がわかりませんは願望実現最強ワードは人気ありますけど、これも叶うやり方なんてそもそもわからないんだから、潜在意識に丸投げしたら何もするなっていう動画ですよね。URL は概要欄に貼っておくので、興味のある方はぜひ見てくださいね。そうなんですよね。プロセスの話で言えば、彼のこと考えまくってるってことは、どうやって叶えるか、そのプロセスに口出ししてるようなものなんですよ。叶うやり方ぐだぐだ考えて結局大した案も出ないエゴ目線でどうにか考えたプロセスよりも、潜在意識が用意したシナリオの方がはるかに最善でベストタイミングですよ。実際あさっての方向から実現するのはなぜって過去動画でもやってますけど、潜在意識で叶う時って本当にあさっての方向から叶う感覚なんですよ。だからそのプロセスに口挟むなんてそんなの100万年早いんだぐらいに思っててほしいんですね。そうですね。100万年早い。でもそのぐらいの感覚で、だから彼のことばっかり考えてどうすれば、どうやれば、どうしたらとか言ってないで、美味しいコーヒー入れましょう。散歩行きましょう。整体でもしましょう。友達とお茶しにでも行きましょう。美術館行きましょう。ネトフリ見ましょう。旅行しましょう。何でもいい。そらすです。そらす。そらすの術。下向いてばかりいるなら少しでもそらす。横に向く。実際今単純にね、首を横に向けてみてほしいんですよ。イルルさん、ちょっと今やってみてもらえますか？お願いします。景色変わりました？変わります。ただ横を向いただけなのに。変わりますね。これがそらすの術です。簡単すぎる術だ。こんなほんのちょっとしたことなんですよ。コーヒー入れるそらすの術だって、今すぐ誰でもできるちょっとしたことなんですね。でもそれを侮るなかれと、自分の心地いい方向に向いていく方がはるかにいいと思うので。本当ですよね。というわけで今回はこの辺で。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。